はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。今日は皆さん、竹のね、爪楊枝です。これをご覧ください。じゃじゃんと。これ実はね、昔結構ありました竹の楊枝なんですよ。この竹の楊枝ね、まず細くてね、何が特徴かというとね、全部これ皮がずーっとついてるんですよ。竹っていうのはね、表皮部分が一番強いんですよ。皆さん木の楊枝とかでやった時に、すぐこの先っちょが据えてしまってほじれなくなったりとか折れてしまったりという経験ありませんか？実はね、竹皮付きの楊枝はね、こんなに細いんやけどほんと強いんですよ。ほんと強くてですね、歯茎の細かいとこまで入ってね、よう取れる楊枝やったんですよ。ところがこの楊枝が今できなくなって、国産のこういった楊枝がね作る職人さん、メーカーさんっていうのは全てなくなりました。今ね、僕が使ってる楊枝があるんです。この楊枝もね、竹の表皮に一番近いところだけ取ってね作った楊枝なんです。先がものすごく鋭利で、これもなかなか丈夫なんですよ。一度ね、僕この楊枝と木製の楊枝をコンクリートに叩きつけて実験した動画がありますので、もしお時間ある方がおられたらご覧ください。参考まで。もう面白いです。本当にね、竹の強さが一発で分かっていただけます。僕も若い時はね、楊枝なんか一体誰が使うんやろ、何のためにあるんやと思ってたんですが、やっぱある程度年齢を重ねてきたらこの楊枝のありがたみ分かるようになりました。ご同輩の皆さんもよく分かると思います。やっぱりね、歯が空いてきてこういったものが使いたくなる。でほじるんですけど、そのほじった時に木製の楊枝とこの竹の楊枝、強さが全く違うんです。全く違う。だから僕はね、自分用には実はね、昔ながらのこの竹の楊枝大事に大事に置いてまだ持っててちょっと使ってるんですよ。けど随分残りも少なくなりました。でなんとかね復刻させたくて作ったのがこれです。皆さんね、この楊枝もこれだけで見たら竹の皮に一番近い部分だけ使ってますんでね、なかなかいいのができたんじゃないかなというふうに思うんですけど、やっぱりね、僕が使っている昔ながらのやつと比べたらやっぱり違うんですよ。違いわかるでしょ、この鋭利さ。昔のこの最高のこの竹楊枝知っているとやっぱりここで妥協できないんですよ。この先付けっていうんやけどね、これがねなかなかね難しいの。これ以上ね研ぎ澄ますのがなかなか難しいんですけどね、なんとかできないかなということで職人さんに相談して頑張って今製造中です。ぜひこの鋭利なやつができたら皆さんにご紹介したいなと思ってね、今から楽しみにしてます。竹楊枝ファンの皆さん、この昔ながらの鋭利な楊枝ができるまで今しばらくお時間ください。ご期待してお待ちください。できるかどうかまだ分かんないんですが、日本で誰よりも楽しみになってるのは自分自身です。本当にできたらいいなと思ってます。ノーパンプノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。